今回はですね、あるすごく面白い航空会社、コパホールディングスに注目して、その投資としての魅力をぐっと深掘りしていこうと思います。さていきなりですが、皆さんに問いかけたいのがこちらです。このパナマの航空会社コパホールディングスは、もしかしたら市場がまだその本当の価値に気づいていない隠れたお宝銘柄なんじゃないかってことなんですね。その可能性、一緒に探っていきましょう。で、そのお宝かもしれない理由の一つがこれなんです。株価収益率、よく PER って言われる指標ですね。簡単に言うと、会社の稼ぐ力に対して株価がどれくらい安いか高いかを示すものなんですけど、コパの PER はなんと 7.5 倍。それに対して他の航空会社の平均は 19.7 倍。これすごい差だと思いませんか？稼ぐ力に対して株価がかなり割安に置かれている可能性があるってことなんですよ。じゃあ、なんでそんなに割安な評価のままなんでしょう。その秘密を解き明かす鍵は、コパが持っているものすごくユニークで強力なビジネスモデルにあります。彼らの強さの源泉をちょっと覗いてみましょう。そのすべてがこの米州のハブという戦略に詰まっています。これはパナマシティの空港を中心としたいわゆるハブ&スポークモデルと呼ばれるものですね。非常に効率的な仕組みなんです。これ本当に賢いやり方でして、パナマっていう南北アメリカ大陸のちょうど真ん中っていう地の利をもう最大限に生かしてるんですね。普通だったら直行便を飛ばすほどの利用者がいないような小さな都市同士でも、このパナマを経由することで簡単に行き来できるようになる。まさにネットワーク全体が生き生きと動き出す、そんなイメージです。もちろんこの強力なハブ戦略っていうのは昨日今日できたものじゃないんです。歴史を振り返ると、特に1998年のコンチネンタル航空との提携が今のビジネスモデルの土台を作ったんですね。そしてスターアライアンスにも加盟して、ネットワークは世界規模にまで広がりました。まさに長年の戦略的な積み重ねの賜物なんです。でもいい話ばかりじゃないのが投資の世界ですよね。どんなに優れたビジネスモデルにも必ず光と影があります。ここからはちょっと視点を変えて、コパが直面している重大なリスク、つまり逆風についてもしっかりと見ていきたいと思います。しかもこのリスク、誰かの憶測とかそういう話じゃないんですよ。これはコパ自身が投資家向けに提出している公式の書類にはっきりと書かれている言葉なんです。事業戦略の実行に失敗したら株の価値が下がるかもしれませんよと、非常に正直にその可能性を認めているわけです。さて、そのリスクのまず一つ目が政治という名の乱気流です。コパの翼は地域や世界の情勢で予測不可能な風に常にさらされているんです。例えばベネズエラ、国の情勢が不安定になって、ある日突然「はい、もうパナマとのフライトは無期限で停止します」って言われちゃう。これビジネスにとってはとんでもない大打撃ですよね。他にもアメリカの貿易政策が変わったりするだけでお客さんの流れが大きく変わってしまう、無視できない脅威なんです。さて、次は空の上の話からちょっと地上に目を移してみましょうか。航空会社の心臓部ともいえる日々のオペレーションに潜む課題についてです。実はコパの強みである一点集中戦略は裏を返せば弱点にもなりうるんです。機材は全部ボーイング社製、そしてハブ機能はパナマの特面空港に 100% 依存している。これどちらか一つに何か問題が起きたらもう運航全体がストップしかねない、かなり大きなプレッシャーポイントだと言えますよね。そして絶対に忘れちゃいけないのが、航空業界そのものが背負っている宿命です。それはもう終わりなき競争と予測不能な変動の嵐の中に常にいるってことなんです。周りを見れば激しい価格競争でどんどん利益は削られていくかと思えば、突然原油価格が高騰して燃料費がドーンと跳ね上がる。まさに常に外と内から利益を引っ張られているような、本当にタフな状況に置かれているわけです。さて、ここまでリスクの話をたくさんしてきましたが、もちろんコパもただ指を加えてこの逆風を見ているわけじゃありません。ちゃんとこの嵐を乗り越えて2026年に向けてどんな未来を描いているのか、その成長戦略、航路図を見ていきましょう。この成長戦略のまさに鍵を握るのが機材のアップデートと拡大です。見てください。最新のボーイング 737MAX をなんと51機も追加で導入する計画なんです。これってただ飛行機の数を増やすだけじゃない。新しい機体は燃費がすごくいいのでコスト競争力も上がる。一石二鳥の非常に重要な一手なんです。で、この新しく強力になった機材を使って何をするかというと、
戦略はすごくシンプルで、この2本柱です。一つはまだ飛んでいない新しい都市へどんどん翼を広げていく。もう一つは今すでに人気のある路線で便数を増やしてもっと便利にしていく。攻めと守り、両面からネットワークをさらに強くしていく計画なんですね。さあ、ここまでコパの強み、リスク、そして未来への計画といろんな角度から見てきました。いよいよこれらすべての情報をテーブルの上に載せて、投資家としての革新的な問い、買うべきか待つべきかを考えていきましょう。これがですね、コパホールディングスという会社への投資の一番面白いところであり、一番難しいところなんです。左側、強気になれる材料を見てください。すごく割安な株価、実績のある効率的なビジネスモデル、もう喉から手が出るほど魅力的に見えますよね。でも右側、いつ爆発するかわからない地政学的なリスクや、業界の厳しい現実っていう弱気の地雷犯がすぐそこに広がっているわけです。最終的に投資家である皆さんが判断すべき問いはこれにつきます。コパホールディングスはその戦略的な強みを武器に目の前に広がるたくさんの乱気流をうまく乗り越えて、その真の価値を市場に証明することができるのか。この大きなチャンスと見過ごせないリスク、あなたならどちらに未来をかけますか？